おはようございます。たかしです。本日は9月3日火曜日、ただいま9時22分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたいもしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日はようやくこの揉み合いですね。今までずっとここで揉み合っていて横横の動きをしていたんですが、そこを頭一つ飛び抜けてきた形です。ただ、冷やしの GMMA が今上からかぶさってきておりますので、そしてストキャスティクスも高値圏ですよね。ということはここから今基本は冷やし GMMA が下向きということは下落トレンド中ですので、こういう動き方を想定しておきたいです。もちろんここを上抜けてくればこのあたりですね、赤い水平線がありますが、だいたい198円ぐらい、そこまでの上昇は考えておきたいんですが、まずは GMMA で反発下落するかどうかというところに注目です。ストキャスティクスも高値圏ですので、一度下落方向を見てからの上昇、もし上昇するのであってもそういう動き方ですよね。一度下落に動いてからの上昇みたいな、そういう動き方をイメージしておくといいと思います。当然テクニカル的には今下落トレンドで GMMA にぶつかってきているので、ここから下落していく可能性は十分にあります。では4時間足です。4時間足ここでずっと揉み合っていて、そこを昨日上抜けてきました。そうすると直近目立つ高値がここですよね。このあたりになってきますので、だいたい 199.5 付近っていうところがターゲットになってくるかもしれません。ただ現在地からかなり上の方にありますので、まずはそこまで動くのかどうかというところを見ておきたいですね。当然今は冷やしの GMMA にぶつかってきておりますので、ここから下落していく可能性は十分にありますので、昨日のこの上抜けが騙しになるような動き、例えばこういう風な動きですよね。今までずっと意識されてきた水平線を昨日上抜けましたが、それを否定するような動きに本日なってくれば、こんな動きになってくれば、そこから冷やし単位の大きな下落に入っていくと考えます。ですので本日はまずこのオレンジの水平線192円付近を明確に下回るのか、それともそこでサポートされて上昇していくのか、こういう動きをしていくのか、先ほどのこういう動きをしてくるのかっていうところに注目ですね。どちらにしても一旦192円付近までの押しは待ちたいところですが、ストキャスティクスも高値圏ですので、そのくらいの押しはつけてくるかもしれませんね。もしこのまま押しをつけずに、このオレンジの水平線に押しをつけずに上昇した場合は、短い時間軸でその上昇についていくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足はここ綺麗な上昇トレンドを作ってますよね。昨日もこの GMMA の青帯でサポートされて上昇、そしてこの過去の高値ですね、ここに赤い水平線を引いてますが、そのあたりが昨日意識されてましたので、このあたりでのエントリーが分かりやすかったと思います。そして本日は一旦の下落を待ちたいので、昨日と同じ動きをするのであれば、GMMA の青帯付近までですね。なので、ここ、今本日は下落、上昇としておりますが、一旦は GMMA の青帯付近、このあたり、フィボナッチリトレースメントを昨日の上昇に当ててるんですが、その 38.2% とか 50% とか、だいたい192円台ぐらいまでの押しをつけてからの上昇という、こういうイメージを持っておきたいです。そしてもし今上昇しておりますので、このまま昨日の高値を上抜けてきた場合は、まずは昨日の高値がサポートに変わったのを確認してからの上昇の流れですね。こういう動き方をイメージしておくと分かりやすいと思います。基本的には今1時間足上昇トレンド中ですよね。ただ、日足がすぐに GMMA ここにあるので、当然日足からの下落っていうことも考えられるので、今かなり難しいところにあるんですが、1時間足で上昇トレンドを作っているのであれば、この上昇トレンドを崩してくるまでは、押し目買いで考えておくのが分かりやすいと思います。では、ドル円を見ていきましょう。まずは日足からですね。昨日の上昇でこの白い水平線を上抜けてきました。これは過去の安値なんですが、そこを上抜けてきて、ここから上昇できるのかっていうところですが、こちらもポンド円と同じく GMMA の青帯は下向きですよね。ということは基本は下落トレンド中ですので、上がったら売られやすいという、こういう動きを一旦はイメージしておいてください。そしてストキャスティクスも高値圏ですよね。なのでそろそろ一旦の天井を迎える可能性は考えておきたいんですけれども、今のところこれ安値をここでつけて、そこから安値を切り上げてきてますよね。
ということは、こういう上昇トレンドを作っていく可能性が考えられます。ですので、GMMA の向きを見ていると下落トレンドで、そろそろ天井からの下落が考えられるんですが、今はここで上昇トレンドを作ってくるかもしれないというところで、難しい相場にはありますので、その辺注意が必要ですね。日足の天井が一旦近いというところは考えつつも、今買い足では上昇トレンドを作っておりますので、その買い足での上昇トレンドに乗っていくという考え方なんですけれども、やはり日足の GMMA にぶつかってくると上値が重くなってくると思いますし、ストキャスティクスも高値圏ですので、そろそろ上昇方向の動きも上値が重くなってくるだろうという想定でトレードをしていく必要があります。では4時間足です。4時間足、今までずっと GMMA の青帯の下で動いていたものを、ここのところちょいちょい抜けてきましたよね。昨日も抜けてきて、先日もここ抜けているんですが、結局抜けた後戻されております。現在も日足の GMMA がこの辺りにありますので、もしそこまで上がってくればそこから急落みたいなことも考えられますし、一旦はこの高値も意識されてくると思いますので、149円付近ですね。そこは見ておくといいと思います。現状は GMMA の青帯の上に乗せてきましたので、ここでサポートされて上昇するっていう、こういう動きを想定しておきたいですね。ただ、日足の GMMA がすぐ上に来ているので、そこはご注意ください。そして今はストキャスティクスも高値圏にありますので、基本ストキャスティクスが高値圏にあるときは、ロングエントリーは優位性がありませんので、今本日上昇方向に動き出してますけれども、この動き、ストキャスティクスが高値圏にあるってことは、どこかで一度大きめの下落をする可能性があるので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足も分かりやすい上昇トレンドを作っておりますね。昨日下落してきて GMMA の青帯付近で押しをつけてからの上昇。そして先週の金曜日も同じく GMMA の青帯でサポートされて上昇してきておりますので、綺麗な上昇トレンドではあるんですね。本日もちょっと届いてませんが GMMA の青帯付近、そして先ほど言っていた白い水平線付近から今反発をしてきております。これがどこまで反発上昇できるかというところですね。現在4時間足ストキャスティクスは高値圏でした。ですので、やはり一度大きめの下落をする可能性はあるっていうところは考えておきたいです。今これ上昇しておりますし、上昇トレンド中ですので、この上昇の流れに乗っていってもいいとは思いますが、すぐ上にはまた水平線などもありますので、基本は日足が下落トレンド中、そして4時間足でもこのあたりっていうのは過去の揉み合いゾーンだったっていうのがわかりますので、そうするとこの辺でしばらくレンジを組んでくる可能性もあるので、147円のミドルとこの白い水平線の付近、146.5 から147.5の間ぐらいでのレンジの可能性もありますので、その辺も注意しておく必要がありますね。基本は1時間足上昇トレンド中なので、ポンド円と同じくこの上昇トレンドについていくですが、ポンド円もドル円も日足の GMMA に接触するところまで上昇してきておりますので、やはり日足単位の売り圧力もかかりやすくなっているので、そこはご注意ください。ですので、こういう水平線ですね、意識される水平線にアラートを仕掛けておいて、そこまで到達すれば、そのあたりからの押し目買いとか戻り売りとか、そういうのを検討していくのがいいと思いますので、例えばドル円1時間足ですと、こことかこことかここですね、このあたりにアラートを仕掛けておくといいと思います。トレーディングビューではアラート簡単に設定できますので、まだご利用でない方はトレーディングビュー無料登録できますので、よければ概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは9月末まで初月無料のキャンペーンをやってます。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。